こんにちは、走り屋友の会です。皆様は、18650電池と聞きますと、何をイメージしますでしょうか？製品自体のイメージですと、ハイパワーで大容量だとか、自然放電に強いだとか、メモリー効果による影響が少ないなどといったところでしょうか。また、使用している製品のイメージだと、電子タバコやモバイルバッテリー、ハンディ扇風機などから、電動工具や電気自動車、電動自転車などのバッテリーなど、用途は多岐にわたるかと思います。あるいは、小型でハイパワーで便利な反面、取り扱いが不適切であったり、組み込まれている製品の回路設計に不良があったり、極端に質が悪かったりすると、爆発事故にもつながりやすいという、少し危険な面を秘めているのも事実かと思います。今回は、私を含め、18650電池といったらやはり、ハイパワーなフラッシュライトの電源だろ、という方が多いと思われますので、比較的メジャーな、18650電池の最大放電性能を、私なりに比較してみました。私自身、大変興味深い内容でしたので、なるべく正確で公平な比較を行いたいとは思っておりますが、さすがに全ての製品を、新品で準備することは、動画作成時点での入手制や、金銭的にも厳しいところがございますので、動画内では、私なりの目安となる指標の方も、併記して出そうと思いますので、参考程度に見ていただければと思います。次に、今回の動画の計測方法と計測条件の説明になります。放電時の電流値の計測方法については、私が普段、フラッシュライトや LED の性能検証を行うサイト同様で、ドライバー出力側の配線と、LED が搭載されている MCPCB のパターンの間に、導線を挿入して延長し、その部分にクランプメーターをかませて、電流値を確認していきたいと思います。また、電池の方の条件としては、フル充電状態で、最大光量で点灯した時の、最大電流値とライトの挙動を参考にし、電池個別の健康状態については、酷使度という表現で、表記したいと思いますので、参考程度に見ていただけたらと思います。なお、今回測定に使用しますライトは、18650電池の放電お化けこと、私のアストロルクス S43 を、ダイレクトドライブで使用して計測したいと思います。本機の、計測に関わってくる部分のスペックとしましては、最大定格 15W の LED を、4個並列に搭載しており、55°C で温度制御によるステップダウン、電源電圧 3V 到達で、電圧低下によるステップダウンが、動作する仕様となっております。電池によっては計測終了直後に、まともに触れられないほど、ライト本体が高温になりますので、ハンドファンで十分に冷却を行い、本体温度が、温度制御の影響を受けない程度まで戻ったら、計測を再開するようにいたします。定格最大値程度で本機を動作させられれば、瞬間的には 60W 程度の消費電力となりますので、一体、どれほどの種類の電池がこれを達成できるのか、実際に見ていきたいと思います。それでは、今回計測します電池の紹介と計測に移りたいと思います。エントリーナンバー1番、2番。キープパワー、IMR18650、2600mAh。1番と2番は、物的には全く同じ製品となります。こちらは、キープパワーの18650電池の中でも、マックスコンスタント 35A 仕様となっており、同社の製品の中でも、最も高い値を誇る電池となっております。セルの方には、ソニー製の VTC5A を採用する、リチウムマンガン電池となっており、こと放電に関しては、キープパワーの最強電池だと思っております。
1番と2番の違いについては、電池の健康状態の違いのみで、1番は、新しくまだ比較的状態の良い、国士ド2の評価。2番は、かなりハードな使用を繰り返した、国士ド4の評価となります。実際にダイレクトドライブで放電を開始すると、最大電流値の方にも差が出ており、繰り返し使用した分の劣化具合は、電流値の方にも現れていると思います。ただ、この電池、多少繰り返し使用により劣化していたとしても、放電を開始してしばらくしても、電源電圧の低下によるステップダウンが発生するほどは大きくはなく、55度 C で温度制御が介入してくるまでは、高い電流値と電源電圧を維持しているのは、本当にすごいと思います。一方、容量の方は 2600mAh と、他と比べますと、少し少ないかなと思うところはございますが、その点を差し引きましても、放電性能に関しては、スペック通り最強クラスになりますので、とりあえず1本持っておいても、損はないかなと思います。エントリーナンバー3番、4番。サムスン電子、39、3000mAh。続いて、こちらもハイパワーなフラッシュライトの電源量としては、比較的人気の高い、サムスン電子製のセルになります。一方、先ほどとは変わりまして、片方は偽物になります。こういった、外見がとてもシンプルな被覆のみの電池は、中華系通販などでは非常に偽物の流通が多い印象があります。場合によっては、掲載している画像で判別可能であったり、ありえないほど、異様に安かったりで、ある程度、正規品かどうかの区別は可能です。しかし、本件の偽物は、正規品を触ったことがない状態で使用し始めると、これが正規品なのかなと思える程度のスペックはある巧妙な偽物で、実際、用途を選べば使えないこともないので、なお立ちが悪いです。電池の健康状態については、3番の正規品の方は、かなりハードな重放電を重ねてきましたので、国士ド5。4番の偽物については、使えるものは使える場所で使おう程度で、仕事用ライトでほどほどに使用しましたので、国士ド3の評価になります。実際に大電流を放電してみますと、両者ともに数秒間放電した後、すぐに電源電圧が 3V に達して、ステップダウンが発生していることがわかります。正規品の方は、電池の性格上、相当酷使しまくったものであるので、ある程度の劣化は仕方ありませんが、ほどほどの電流値でほどほどに使用していた偽物に比べても、最大で 4A 近くの開きがございました。余談ですが、正規品の方は、このライトの付属電池として新品を入手したもので、状態が良ければ、おそらくステップダウンも発生せず、もっと高い電流値をキープできていたのではないかと思います。丸3の正規品39に関しましては、今回、比較用に選定を行いました電池の中では、放電性能の劣化具合は大きい方だと感じました。対して、偽物の方はもともとこの程度の性能のような気がします。エントリーナンバー5番、6番。キープパワー、3500mAh。こちらは、18650電池の中でも、大容量のパナソニック製セルを採用するモデルの比較のつもりでして、保護回路付きの方のセルは、NCR18650GA を採用しているらしいですが、保護回路なしの方は、よくわかりませんでした。ちなみに、保護回路付きの方は、最大 6.2A 出力のようで、これ以上電流が流れそうな時には、電池付属の保護回路の方で、おそらくカットオフ機能が働くと思われます。電池の健康状態については、5番の保護回路なしの方は、
こちらは相当な回数充放電を繰り返し、終始電圧からフル充電までの容量も、最近少し低下傾向にありますので、これは文句なしの、国士ド5の評価。6番の保護回路付きの方は、買ったは良いが、どこで使ったら良いのか、若干持て余し気味で、仕事用ライトでほどほどに使用していた程度ですので、評価としては国士ド2から3程度となります。実際に放電させてみますと、5番の保護回路なしの方は、やはり、腐っても大容量保護回路なし電池の実力というべきなのか、ほどほどに高い電流値を維持して、数秒後に電源電圧が 3V に達してしまいステップダウン。一方、保護回路付きの方はというと、皆様お気づきでしょうか。瞬間的であったため、クランプメーターの電流値には現れませんでしたが、ダイレクトドライブ起動直後に一瞬だけ光り、消えてしまいました。ライト本体の通電ランプの方も消えてしまっているところから、電池本体の保護回路によるカットオフ機能が動作したと思われます。若干趣旨とは異なりますが、保護回路付きの方は、負荷の少ない無段階調光で点灯してみており、動画の方では、5.6A くらいまでは、保護回路の動作はないようですので、実際、6A を超えてくると動作するのかもしれないですね。エントリーナンバー7番、8番。3100mAh のリチウムマンガン電池。7番は、ナイトコアの TM03 専用の、保護回路付きリチウムマンガン電池になります。こちらの電池には、メーカー交渉容量の表記がありませんが、電池本体に 11.2Wh の表記がありますので、おそらく 3100mAh 相当のセルを使用していると思われ、ごく一部のメーカーにも見られる、プラス極側の接点のすぐ脇に、マイナス極の接点がある、少し特殊なタイプとなっております。8番はキープパワー、IMR18650、3120mAh になります。こちらはセルに損維性の VTC6 を採用する、容量と最大放電電流値ともにバランスの取れた、保護回路なし、リチウムマンガン電池となっております。電池の健康状態に関しては、どちらもバランスの取れた、使い勝手の良い製品で、双方とも、かなりハードな使用ばかりをしてきましたので、7番の TM03 電池は国士ド5。8番の、キープパワー、IMR3120mAh は、国士ド4の評価となります。実際に放電を開始してみますと、TM03 電池は、放電を開始して、すぐに電源電圧が低下して、ステップダウンが発生してしまっているのに対し、キープパワー IMR 電池は、高い電流値と電源電圧を、文字通り、キープパワーしておりました。正直、この結果だけからは、それぞれの元々のセルの性能が、どれだけあったかまではわかりませんが、個人的な印象では、現状の TM03 電池の性能が、思っていたよりもだいぶ悪く、対応している本体の性質上、使用するたびに、電池に過度な負荷をかけており、急速に劣化が進んでしまったのでは、と考えております。8番のキープパワーについては、こちらも負荷のかけ方は大概ではあるものの、現状、それほど目立った劣化のようなものは気にならず、至って良好といった感じでした。趣旨とは離れますが、こちらは性能のバランスが良く、私的には、とりあえずおすすめの電池となっております。エントリーナンバー9番。ジェットビーム、IMR3500mAh。エントリーナンバー10番。18650電池対応製品を購入すると入っている付属電池。9番と10番は、個人的には、正直これはどうなのと、思っております電池になります。9番のジェットビーム電池は、
大容量かつハイレートを謳って販売されておりました製品で、国内某ライト専門店の通販で購入しました。私の方では 3500mAh で最大 25A 出力という点に強い関心を持ち、プラス極側がボタントップであるということで、所有しているキープパワー社の既存のリチウムマンガン電池とも、運用面で十分に差別化ができると思い、大きな期待を込めて購入いたしました。しかし、実際に手元に届いた現物に触れてみた第一印象としては、3500mAh の割には随分軽量だな、と思い、実際にキープパワーの 2600mAh と比べても、ほとんど変わらないような重量でした。私の方では、2本購入したこの電池をナンバリングし、何度か終始電圧までの放電と、フル充電までの、充電容量を確認してみたところ、片方が 2000mAh 程度、もう一方が 2200mAh 程度であり、何度か繰り返し試してみても、この傾向には変化はなく、容量の個体差が大きいのか、かなりばらつきがあるように思いました。また、スペックとされている容量と、実際の充電容量が、あまりにも大きくかけ離れているところもあり、正直、偽物をつかまされたような、すっきりしない気分でした。10番は、18650電池対応製品を購入した際に、機器に付属しております。どこのメーカーのものかもわからない、よくある保護回路なしの電池になります。この手の電池を、ハイパワーなフラッシュライトに使用している方は、あまりいないかと思いますが、一応、参考までにどの程度の性能なのか見ていきたいと思います。電池の健康状態については、9番のジェットビーム電池の方は、あまり積極的には使用していないところから、国士土産。10番のよくある付属電池の方は、点灯確認用と程度の使用のみで、ほぼ新品状態なので、国士土1の評価です。実際に放電をしてみますと、9番のジェットビーム電池の方は、容量に偽りはあると思うものの、意外にも最大電流値の方はほぼトップクラスで、電源電圧低下によるステップダウンも発生せず、高い値を維持しておりました。一方、10番の付属電池の方は、保護回路なしの電池と言いましても、よくわからないメーカーの、実測容量 2000mAh 程度の電池でしかないので、ほぼ新品状態だとしても、最大電流値はそれほど高くもなく、放電を開始すると、電源電圧もすぐに低下してしまっており、フラッシュライト用として考えますと、あまり良い電池とは言えないです。エントリーナンバー11番、12番。保護回路付き電池、その2。11番は、キープパワーの保護回路付きリチウムマンガン電池、P1831R、3100mAh になります。こちらは、同社の保護回路付き電池の中では、ハイパワーなフラッシュライト向けを謳う製品となっており、NH18312に、過電流側の上限値を、高めに変更した保護回路を組み合わせた製品となっております。12番は、イーグルタックの純正付属電池で、容量は 3500mAh となっております。中のセルは、産業、パナソニック GA セルを使用していると、メーカー公式ホームページには表記があり、電池の使用的には、キープパワーの P1835J に近い構成で、こちらの電池の過電流側の保護は、10A のようです。電池の健康状態に関しましては、11番の P1831R の方は、買ったは良いが、電池の使用的に、使えるライトが限られ、持て余し気味でしたので、国士土に。12番、イーグルタック電池の方は、職場に置いてある仕事用ライトで、継続して低負荷で普通に使用しておりましたので、国士土産の評価となります。実際に放電をしてみますと、P1831R は、最大時で 17A 近く出ており、
本体に記載のある、マックス 15A より高い値でも、保護回路の動作は介入してこないようです。ちなみに、こちらの保護回路なし版とも言える、NH1831 よりも、高い値が出ており、このあたりの差に関しては、それぞれ、電池の使用環境が全くと言っていいほど異なりましたので、あちらに比べて、まだ劣化が少ないことが理由だと思われます。12番のイーグルタック電池は、こちらも先の P1835J と同様に、過電流時のカットオフ機能が働いており、市販状態のライトでは、3500mAh の18650電池を使用した時に、1セルあたり、実測 10A 以上の放電が、簡単にできてしまうようなライトがほぼないあたりからすると、ショート以外で、普通にカットオフ機能が動作しているこんな状況の方が、逆にレアケースであるとも言えなくないです。いかがでしたでしょうか？一般的に、リチウムイオン二次電池の、充電回数の上限としましては、およそ500回前後だと言われております。さすがに、今回検証を行った電池の中には、充電回数が500回に達するようなものはなく、多いものでも、およそ200回弱かと思います。今回、私の方で検証を行った電池の中で、特に劣化具合が大きいと感じたものだと、サムスン電子39や TM03 専用電池が、特にそのような傾向が強いと感じました。これらの電池の使用環境面で、特に思い当たることとしましては、簡単に大電流を放電できる環境にあり、他と比較しても、その点灯状態を維持しやすいライトで、かなりハードな使用をしていたことによるものだと思います。加えて、放電時に発生する、熱による影響も、使用上では無視できない要因の一つであり、劣化が早く進んだ理由としても、それなりに影響はあったのではないかと思います。まあ、とは言いましても、これはあくまで限界性能を追求するような、超高負荷での使用を想定した場合に差が出るかも、というレベルの話であって、1000ルーメンクラスのライトで、普通に使用するのであれば、電池がへたっている分、高い電流値を持続できる時間は短くなるとは思いますが、最大光量には、そこまで違いは出ないかと思います。個人的には、今回の検証機の搭載素子を、1個あたり最大定格 30W の Q8WP の青や緑に変更し、夢の最大定格 120W1 セル機にした場合に、一体どうなってしまうのか、少し結果が気になります。果たして最強電池がスペック通り 35A を達成できるのか、その時ライトにまともに触れることはできるのか？この動画を見て、もしフラッシュライトや懐中電灯 DIY などに、少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。また、私のチャンネルでは、マイライトの紹介や、LED、フラッシュライト関連の、性能検証、比較動画なども上げておりますので、そちらの方も見ていただけましたら嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。それではまた次回、お会いしましょう。さようなら。最大定格 120W のワンセル機とか、オラ、ワクワクするぞ。